皆さんこんにちは。Your Japanese 仲間ミサです。今日は公園に来てます。今日はとても暑いです。では今日は私のオーストラリア生活について話したいと思います。私はオーストラリアに3年間住んでいました。少し前に日本へ帰ってきました。3年間はとても長いと思っていましたが、本当にあっという間でした。今振り返るとたくさんの思い出があります。楽しかったこともありました。大変だったこともありました。でもオーストラリアへ行って本当に良かったと思っています。今日はその思い出を皆さんに紹介します。皆さんはオーストラリアへ行ったことがありますか？オーストラリアは自然がとても多い国です。海もとてもきれいです。動物もたくさんいます。私はオーストラリアが大好きになりました。私はワーキングホリデービザでオーストラリアへ行きました。ワーキングホリデーとは、海外で働きながら生活できる制度です。仕事もできます。旅行もできます。英語の勉強もできます。いろいろな経験ができるので、とても人気があります。私はオーストラリアへ行く前、とても楽しみでした。でも少し不安もありました。英語がちゃんと話せるか心配でした。友達ができるかも心配でした。でも新しいことに挑戦したいと思ってオーストラリアへ行くことを決めました。最初の仕事はオペアでした。皆さんはオペアという仕事を知っていますか？オペアとはホストファミリーの家に住みながら子供の世話をする仕事です。家賃や食費は基本的にかかりません。その代わりに子供のお世話をします。私はオーストラリアへ行く前にホストファミリーを探しました。Facebook を使って探しました。少し緊張しましたが、とても優しいホストファミリーに出会うことができました。私はニューサウスウェールズ州にあるアボカビーチという場所に住みました。アボカビーチは海がとてもきれいな街です。シドニーから車で行くことができます。静かで落ち着いた場所です。私はこの街が大好きになりました。今でももう一度行きたいと思っています。ホストファミリーはとても優しい家族でした。私は6ヶ月間一緒に生活しました。毎日家族と一緒に朝ごはんを食べました。夕ご飯も一緒に食べることが多かったです。家族の皆さんは私を温かく迎えてくれました。本当に感謝しています。私は2歳の男の子と4歳の女の子のお世話をしました。2歳の男の子はとても静かな子でした。いつもニコニコしていました。とても可愛かったです。4歳の女の子は元気いっぱいでした。とても頭が良くて、お話をするのが大好きでした。毎日いろいろなことを質問してくれました。子供たちと過ごす時間は本当に楽しかったです。毎日一緒に公園へ行きました。天気がいい日は海へも行きました。子供たちは外で遊ぶことが大好きでした。砂浜で遊んだり、貝殻を拾ったりしました。公園ではブランコや滑り台で遊びました。毎日たくさん歩いたので、とてもいい運動になりました。
私は子供たちに簡単な日本語も教えました。こんにちはやありがとうを一緒に練習しました。子供たちは楽しそうに日本語を話してくれました。その姿がとても可愛かったです。休みの日は一人で海へ行くこともありました。アゴカビーチの海は本当にきれいです。海の水はとても透明です。砂浜も白くてきれいです。人もあまり多くありません。とても静かな海です。私は海を見ながら散歩をするのが好きでした。波の音を聞くととてもリラックスできます。夕方になると夕日もとても綺麗です。オレンジ色の空を見ながら歩く時間が大好きでした。私はオーストラリアでたくさんの海に行きました。でも一番好きな海は今でもアボカビーチです。セントラルコーストには綺麗な海がたくさんあります。それぞれ雰囲気が少し違います。私は時間がある時によくドライブをしていろいろな海へ行きました。どの海もとても美しくて感動しました。オーストラリアへ行く前はこんなに綺麗な海を見たことがありませんでした。だから毎回海へ行くのが楽しみでした。もし皆さんがオーストラリアへ旅行に行く機会があったら、ぜひアボカビーチにも行ってみてください。有名な観光地ではありませんが、本当に素敵な場所です。静かな海が好きな人にはとてもおすすめです。次はお父さんと一緒に旅行した思い出について話したいと思います。ケアンズやゴールドコースト、シドニーへ行った時の思い出を紹介します。オーストラリアに住んでいた時、お父さんが日本から遊びに来てくれました。年末年始を一緒に過ごしました。久しぶりに家族に会えたので、とても嬉しかったです。私はお父さんと一緒にオーストラリアを旅行しました。まず最初に行った場所はケアンズです。皆さんはケアンズへ行ったことがありますか？ケアンズはオーストラリアの北にある町です。一年中暖かい場所です。自然がたくさんあります。世界中からたくさんの観光客が来ます。ケアンズで一番楽しみにしていた場所はグレートバリアリーフです。グレートバリアリーフは世界でとても有名なサンゴ礁です。海がとてもきれいです。水もとても透明です。私たちは船に乗って海へ行きました。船から見える景色はとてもきれいでした。青い海がどこまでも広がっていました。私たちはシュノーケリングをしました。海の中にはたくさんの魚がいました。青い魚や黄色い魚など、いろいろな魚を見ることができました。サンゴもとてもきれいでした。海の中はまるで水族館のようでした。私は何度見ても感動しました。お父さんもとても楽しそうでした。二人でたくさん写真を撮りました。忘れられない思い出になりました。ケアンズでは川にも遊びに行きました。その川には自然のスライダーがありました。岩の上から
水と一緒に滑ります。私は少し怖かったですが、挑戦しました。とても楽しかったです。自然の中で遊ぶのは気持ちがいいですね。その後、私たちはゴールドコーストへ行きました。ゴールドコーストは高いビルと海がある人気の街です。海と街を一緒に見ることができます。景色がとても綺麗でした。私たちは海を散歩しました。砂浜もとても広かったです。年末年始だったので、とてもたくさんの人がいました。私たちはゴールドコーストで新しい年を迎えました。夜になるとみんな海に集まってきました。私たちも海でカウントダウンをしました。10、9、8とみんなで数えました。そして新しい年になった時、大きな花火が上がりました。とても綺麗でした。花火を見ながら新しい一年が始まりました。実はその日の夕方まで雨が降っていました。私は花火が見られないかもしれないと思っていました。でもカウントダウンの前に雨が止みました。本当にラッキーでした。忘れられない年越しになりました。その後、私たちはシドニーへ行きました。シドニーはオーストラリアでとても有名な場所です。オペラハウスやハーバーブリッジがあります。私たちはマンリービーチへ行きました。マンリービーチはサーフィンで有名な海です。波がとても大きかったです。私は波で遊ぶのが好きなので、とても楽しかったです。何度も波に流されました。まるで波のプールで遊んでいるようでした。海から上がると少し疲れましたが、とても楽しかったです。お父さんも海を見ながらとても楽しそうでした。一緒にいろいろな場所へ行って、美味しいご飯もたくさん食べました。家族と旅行をすると、思い出を一緒に作ることができます。それが旅行の一番いいところだと思います。私はお父さんと旅行ができて本当に良かったです。今でもその時の写真を見ると楽しかったことを思い出します。次はブルーベリー農場で働いたことやシェアハウスで生活した思い出について話したいと思います。お父さんとの旅行が終わった後、私は仕事をするために別の町へ行きました。ワーキングホリデーでは旅行だけではなく仕事も大切です。私はいろいろな仕事を経験しました。まず最初にした仕事はブルーベリーファームでの仕事です。ブルーベリーファームとはブルーベリーを育てる農場です。私の仕事はブルーベリーを摘むことでした。ブルーベリーがたくさん木になっていました。毎日カゴを持って一つ一つブルーベリーを摘みました。最初は簡単だと思っていました。でも実際にやってみるととても大変でした。オーストラリアの夏はとても暑いです。朝から太陽が強くてとても暑かったです。帽子をかぶって水をたくさん飲みながら仕事をしました。ブルーベリーを早く集める人はたくさんお金をもらえます。でも私はあまり早くありませんでした。一つ一つ丁寧に積んでいたので時間がかかりました。もっと早くできるようになりたいと思いましたが、なかなか難しかったです。毎日仕事が終わるととても疲れていました。
でも日本ではできない経験ができました。それはとても良かったと思います。ファームで働いている人はいろいろな国から来ています。日本人もいました。韓国や台湾、フランスやドイツなどたくさんの国の人がいました。英語で話すこともありました。最初は少し緊張しました。でも毎日話していると少しずつ慣れてきました。仕事が終わった後はみんなでご飯を食べることもありました。とても楽しかったです。私はその時初めてシェアハウスも住みました。シェアハウスとは一つの家に何人かで一緒に住むことです。キッチンやリビングをみんなで使います。最初は少し心配でした。でも一緒に住んでいた人たちはとても優しかったです。みんなで料理をしたり、バーベキューをしたりしました。休みの日には海へ行ったこともあります。夜は映画を見たり、おしゃべりをしたりしました。一人で生活するよりとても賑やかでした。ファームの仕事が終わった後、私はタウンズビルという町へ行きました。タウンズビルはケアンズから車で約4時間の場所にあります。海が近くて暖かい町です。私はセカンドビザを取るためにタウンズビルへ行きました。その時はホスピタリティの仕事をしました。一つ目の仕事はホテルのハウスキーピングの仕事です。ハウスキーピングとはホテルの部屋を掃除する仕事です。私は毎日たくさんの部屋を掃除しました。ベッドもきれいにします。タオルを新しいものに変えます。お風呂やトイレも掃除します。ゴミも捨てます。1日に8部屋ぐらい掃除する日もありました。とても忙しかったです。時間が過ぎるのがとても早く感じました。体をたくさん動かす仕事だったので、毎日とても疲れました。でも、掃除が終わって部屋がきれいになると気持ちが良かったです。もう一つの仕事は日本食レストランの仕事です。私はウェイトレスとして働きました。お客様を席まで案内しました。注文を聞きました。料理を運びました。食べ終わったお皿を下げました。日本食のレストランでしたが、日本人のお客様はあまりいませんでした。ほとんどがオーストラリア人のお客様でした。たくさんの人がお寿司やお刺身を注文していました。オーストラリアでも日本食はとても人気があります。金曜日と土曜日の夜はとても忙しかったです。お店にはたくさんのお客様が来ました。私はいつも店の中をたくさん歩いていました。忙しかったですが、とてもやりがいがありました。英語で接客をするので、最初は緊張しました。聞き取れないこともありました。でもわからないときは、もう一度お願いしますと聞きました。少しずつ英語にも慣れて自信がつきました。仕事を通して英語だけではなく、たくさんのことを学びました。大変な日もありました。でも毎日が新しい経験でした。オーストラリアで働いた時間は私にとってとても大切な思い出です。次はお母さんと妹との旅行や彼氏といったロードトリップ、
そしてタスマニアでの思い出について話したいと思います。ターンズビルで仕事をした後、私は家族と一緒にオーストラリアを旅行しました。お母さんと妹が日本から遊びに来てくれました。久しぶりに家族に会えてとても嬉しかったです。私たちはメルボルンとシドニーへ行きました。まず最初にメルボルンへ行きました。メルボルンはおしゃれな街です。カフェがたくさんあります。美味しいレストランもたくさんあります。私はメルボルンの雰囲気がとても好きです。街を歩くだけでも楽しいです。私たちはマーケットにも行きました。マーケットには野菜や果物、お肉や魚などいろいろな食べ物がありました。その中でも一番美味しかったのは生牡蠣です。私は生牡蠣が大好きです。今まで食べた牡蠣の中で一番美味しかったと思います。とても新鮮でした。海の味がしました。今でもその味を覚えています。ステーキも食べました。オーストラリアの牛肉はとても美味しいです。柔らかくて食べ応えがあります。家族みんなで美味しいねと話しながら食べました。その時間がとても幸せでした。その後私たちはシドニーへ行きました。シドニーではシーフードマーケットへ行きました。そこには新鮮な魚やエビ、カニ、カキなどがたくさんありました。私たちはお寿司や焼き魚を食べました。とても美味しかったです。フェリーにも乗りました。海から見るシドニーの景色はとても綺麗でした。オペラハウスやハーバーブリッジも見ることができました。冬だったので海には入りませんでした。でも海を見ながら散歩をしました。とても気持ちが良かったです。家族と一緒に旅行ができて本当に楽しかったです。家族との時間はとても大切ですね。その後、私は彼氏とロードトリップに行きました。皆さんはロードトリップをしたことがありますか？ロードトリップとは車で長い旅をすることです。私たちは2ヶ月間車で旅をしました。彼氏のワンちゃんも一緒でした。毎日違う場所へ行きました。東海岸をゆっくり南へ向かいました。毎日キャンプをしました。テントを立てて寝ました。朝起きると目の前に海や山がある日もありました。自然の中で生活するのはとても楽しかったです。夜は星がたくさん見えました。街では見ることができないくらいたくさんの星がありました。本当に綺麗でした。私たちは最後にタスマニアへ行きました。タスマニアはオーストラリアの南にある島です。自然がたくさんあります。空気もとても綺麗です。でもとても寒かったです。私たちが行った時は毎日寒かったです。夜は寝袋がないと寝れませんでした。朝もとても寒かったです。それでもタスマニアは本当に素晴らしい場所でした。私はたくさんの動物を見ることができました。ウォンバットを見ました。
ウォンバットはとてもかわいい動物でした。歩く姿がぬいぐるみのようでした。タスマニアデビルも見ました。タスマニアだけで見ることができる有名な動物です。初めて見たのでとても嬉しかったです。私たちはハイキングにも行きました。長い時間歩きました。少し大変でしたが、頂上に着いた時の景色は最高でした。山も海も全部見ることができました。風も気持ちよかったです。頑張って歩いてよかったと思いました。私は自然が大好きです。だからタスマニアの旅は今でも忘れられません。キャンプをしたり、動物を見たり、ハイキングをしたり、本当に毎日が楽しかったです。ロードトリップでは予定通りに行かないこともありました。風が強い日もありました。雨が降る日もありました。でもそれも旅の思い出です。毎日新しい景色を見ることができました。毎日新しい経験ができました。ロードトリップをして本当に良かったと思っています。もし時間があれば、またいつかタスマニアへ行きたいです。そしてまたキャンプをしながら、大自然の中でゆっくり過ごしたいです。次は保育士の勉強や仕事、そしてオーストラリア生活で学んだことについて話したいと思います。ロードトリップが終わった後、私はオーストラリアで新しいことに挑戦しました。それは保育士になるための勉強です。私はオンラインで保育の勉強をしました。英語で勉強するのでとても大変でした。知らない言葉もたくさんありました。課題もたくさんありました。勉強したくない日もありました。でも少しずつ頑張りました。わからないところは先生に聞いたり、自分で調べたりしました。勉強を続けて、最後に資格を取ることができました。資格をもらった時は本当に嬉しかったです。頑張ってよかったと思いました。その後、私は保育園で働き始めました。私は2歳から3歳の子供のクラスを担当しました。毎日15人くらいの子供たちがいました。先生は3人でした。子供たちは毎日元気いっぱいでした。朝からたくさん遊びます。外で遊んだり、中で遊んだりしました。絵を描いたり、本を読んだり、歌を歌ったりしました。私は子供たちと一緒にたくさん遊びました。子供たちはとても可愛かったです。毎日たくさん洗いました。でも仕事は簡単ではありませんでした。子供たちはまだ小さいです。喧嘩をすることもあります。泣くこともあります。先生の話を聞かないこともあります。どうしたらいいかわからない時もありました。私は保育士の資格がありませんでした。ベビーシッターの経験はありましたが、保育園で働くのは初めてでした。毎日新しいことを勉強しました。他の先生たちはとても優しかったです。困った時は助けてくれました。いろいろなことを教えてくれました。少しずつ仕事にも慣れてきました。オーストラリアの保育園では日本と少し違うところがありました。一番びっくりしたことは、子どもの気持ちをとても大切にすることです。
先生は子供にどうしたいですかと聞くことが多かったです。子供が自分で考えることを大切にしていました。私はその考え方がとてもいいと思いました。もちろんルールも大切です。でも子供の気持ちも大切にしていました。私はオーストラリアでたくさんのことを学びました。英語も少し上手になりました。いろいろな国の人と友達になりました。新しい仕事にも挑戦しました。旅行もたくさんできました。きれいな海もたくさん見ました。山にも登りました。キャンプもしました。たくさんの動物にも会いました。嬉しいこともたくさんありました。大変なこともたくさんありました。でも大変だった経験も今では大切な思い出です。3年間はとても長いようで、とても短かったです。たくさんの人に助けてもらいました。たくさんの素晴らしい景色を見ました。たくさんの新しい経験ができました。私はオーストラリアへ行って本当に良かったと思っています。この経験は一生忘れません。今、日本に帰ってきました。でも、オーストラリアは私にとって第二のふるさとのような場所です。またいつかオーストラリアへ行きたいと思っています。そして、友達やお世話になった人たちに会いたいです。オーストラリアにはまだ行ったことがない場所がたくさんあります。西オーストラリアやノーザンテリトリーにも行ってみたいです。これからもいろいろな国へ旅行をして新しい景色を見たいと思っています。皆さんも機会があればぜひオーストラリアへ行ってみてください。海も山も自然も本当に綺麗です。動物もとても可愛いです。そして優しい人たちもたくさんいます。きっと素敵な思い出ができます。今日は私のオーストラリア生活について聞いてくれて本当にありがとうございました。皆さんはオーストラリア行ったことがありますか？行ってみたい場所はありますか？ぜひコメントで教えてください。今日はここまでです。皆さん見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。